源氏物語イラスト役の愛です。この動画は大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト訳本編では原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト訳で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト訳はどこからでも見られます。また後半では文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それではイラスト訳本編のスタートです。第3章うつせみの第17話です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼を拒み続けます。源氏は彼女の弟の手引きで再度木の神邸に忍び込みますが、うつせみは薄絹一枚だけを残して寝床から抜け出したため、源氏は後に残った野木場の荻と仕方なく一夜を共にするのでした。ではこの後の展開いってみましょう。なおかかるありきは軽々しく、あやしかりけりといよいよおぼしこりぬべし。小君、三車の後にて二条院におわしましぬ。ありさまのたまいて、おさなかりけりとあわめたまいて、かの人の心をつまびきをしつつ恨みたもう。伊藤周て物も聞こえず、糸不幸憎みたもうべかんめれば、身もうく思い果てぬ。などかよそにても懐かしきいらえばかりはしたもうまじき。伊予之助におとりける身こそ、など心づきなしと思いてのたもう。ありつる小内木をさすがに御座の下に引き入れて、大戸のごもれり、お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また文法事項はこちらです。今回は小内木についてです。まず内木について説明しましょう。ウェブリオ古語辞典にはこのように載っています。1では女性の衣服、2では男性の衣服となっていますが、
れにしろ内着とは上着の下に着る着物のようですね。それに対し小内着とはこのように載っています。小内着となると女性が着用する着物の意味になります。つまり内着とは男女ともに上着の下に着る着物のことですが、小内着となると必ず女性が着るもの、そして丈が短く一番上に着るものという意味となります。光源氏は軒場の荻との成就を終えた後、ふと脱ぎ捨ててある小内着を見つけて持って帰りました。これはうつせみが源氏の気配を察して逃げ出した時忘れていったものです。二条院に帰った光源氏はうつせみに捨て置かれたやるせなさを、その小内着を下に敷いて寝ることで発散させようとしたのかもしれませんね。さあ、今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。